電気自住職三木大雲です。本日はですね、これも本当に私がいろいろ経験した中でも今に本当にリアルに印象に残ったお話をさせていただこうと思うんですけれども、私のところでですね、以前京都ですから遠くから引っ越してこられる学生さんが多いんですね。でその学生さんの一人の中に女の子がいまして、で遠くから引っ越してこられたんで、親御さんがですね、何かあった時心配なので、もしよければミキさんのところで何かあった時だけ助けていただけませんかみたいなご相談がありまして、もちろん大丈夫ですよということで、その女の子と私たちお寺が連絡を取り合って、もし風邪をひかれたとか急な熱が出たとかっていう時にはここの病院へ連れて行ってあげましょうとかっていうふうな、助け合いをしましょうというようなことで、その女の子と私が知り合ったんですね。でしばらくして、数ヶ月京都で過ごされた時に、そろそろアルバイトを始めたいというふうなことをおっしゃってきました。もちろんそれはアルバイト始められたらどうですかって言ってたら、親からの仕送りと自分のアルバイトのお金を足さないと、家賃が少し払うのがしんどいということだったみたいです。でアルバイトを始められるんですけれども、ちなみにアルバイトどんなアルバイトをしたいの？私が聞くと、いや実はね、住職レンタル彼女っていうアルバイト知ってますって聞かれたんです。でレンタル彼女って私はその時聞いたことがなかったので、どういうものってお聞きすると、いわゆるですね、レンタルで彼女として1時間なら1時間いくらいくらを払っていただいて、その間だけいろんなお話をするというふうな、話なんです。要するにもうそのまま彼女をレンタルするというふうな、アルバイトをしようと思うんです。そんなふうなことをこの彼女が言うんですね。私少し心配になりましてね、なんかちょっと危険がありそうな気がするから大丈夫って言ったら、いや本当に大丈夫なんです。喫茶店でその方、依頼者の方と1時間喋ったらそれで終わりない、それだけなんですよ。そうおっしゃるんで、それなら危険がなければ大丈夫かなということで、彼女もレンタル彼女を始められたんですね。レンタル彼女を始めて一番最初のお客さんっていうのが、彼女につきまして、〇〇の喫茶店でちょっと1時間ほど話を聞いてほしい、そんな方からの依頼があったから、行ってっていうふうにして会社から言われて、彼女その喫茶店へ行くわけですね。で所定の位置に座ってますと、男性が一人入ってこられた。格好っていうのは少し小太りで髪の毛が長い男性で、リュックを背負った、いわゆるオタク、昔のいわゆるオタクスタイルというか、なんかそんな方が来られたということだったんですね。で初めまして挨拶を済ました後にどうぞ座ってくださいって言って2人で、そこからいろんな会話をするんですけども、その男性が今回このレンタル彼女どうして頼まれたんですか？彼女がそう聞きますと、この男性がね、いや実は僕女性と話がするのがちょっと苦手でして、それにちょっと慣れられたらいいかなと思いまして、そんなふうなことを緊張しながら喋り始めたそうなんですよ。で彼女がそういうことですか、じゃあ任せてください。一番最初に女性と会った時の会話で、一番最初こんな質問されたらどうですか？趣味は何ですか？ちょっと言ってみてください。男性に促すと、男性が分かりました、じゃあはじめまして、趣味は何ですか？そんなふうなことをたどたどしく聞いてこられたので、彼女が私の趣味は熊のぬいぐるみとか熊のいろんなグッズを集めるのが私の趣味なんですよ。そう男性に返すと、男性がそうですか、それで終わってしまうんですね。でいやいやここでもっと会話を弾ませて、僕熊ってどんなのとか何熊が好きとかって聞いてくれたらもっと盛り上がるし、なんていうことをこの1時間を使って彼女がレクチャーしたそうなんですね。で帰り際、その男性が本当にあなたみたいな人でよかったです、お礼を言っていただいた。彼女もこのレンタル彼女という仕事を初めてして、なんとなくこれは人の役に立てるんだ、そんなことを実感したそうなんですね。でもしよかったらまた今度指名で声をかけていただいたら私来ますんでね、なんてことを言いながらその男性と別れたんですね。
それから数日後また会社の方から連絡がありまして、前回の方から指名がかかってますんでまた一緒のレストランに行ってくださいと言われて、彼女行ったんですね。そうするとその男性が入ってきた。いつものような格好でね。で入ってこられて前に座られて、でこの間はありがとうございました。で今日はですねまた女性になれるように、前回よりは少し話せるように、頑張ってみます。そんなことをその男性がおっしゃるんで、彼女もいろいろとまたお話をするんです。でそんな中でですねこんなことを言うと失礼かもしれませんけれども、今のカッコありますよね。もう少し髪の毛が長いより短い方がいいんじゃないですかね。今は長いより短い方が少しは流行りかもしれませんよなんてことをレクチャーするわけです。そうするとその男性がそうですか、一回髪の毛切ってみようかな、そんな風な話をしてその日も別れた。また数日後その男性から指名があった。どんどん2人の仲が良くなっていくんですね。で彼女がその男性と3回目会う時にはその男性どうやら髪の毛を単発にされてたそうなんですよ。彼女少し嬉しくなったっていうんです。こちらがお教えしたことを実行してくださる、こんな嬉しいことはない、なんと素直な男性だろうというふうにして、彼女も少しその男性のことを気に入り始めた。で男性とお話しして、また今度髪の毛切ってだいぶ男性らしくなられたんで少し痩せたらもっとかっこよくなるんじゃないですかなんてことをまた彼女がレクチャーするわけですね。そうするとその男性がそうか、じゃあちょっと頑張ってダイエットしてみます、そんなことをおっしゃったそうなんです。でやがて1時間が経って、じゃあこれで帰りますね彼女が言うと、男性がおもむろにバッグからプレゼントを出してくれた。もしよかったらこのプレゼントを受け取ってもらえませんか。そういうふうにその男性に言われたその彼女は、ありがとうございます、ありがとう、ちょっと中見ていいですか。パッと開けると真っ黄色の帽子だったそうなんですね。でその帽子っていうのが前の部分に熊のぬいぐるみみたいなのがついてるんですよ。でありがとうございます、私が熊のグッズを集めるのが好きだって言ったんでこれ買ってきてくださったんですね、ありがとうございますって喜んで彼女はかぶってみせた。そうするとその男性も、実は僕生涯の中で女性にプレゼントしたの今日が初めてなんです、その初めてのプレゼントを渡した時にこんだけ喜んでいただけるなんてこんなに嬉しいことはないですって言って、その男性も喜んでくださった。彼女なんとなくこの方の役に立てて嬉しいなと思って、じゃあまた次もしよかったら指名してくださいねって言って、その日も別れたんですね。で彼女は家帰った。で数日後またこの男性から指名がかかったんです。彼女がまた喜んで現場へ行くわけですね。そうするとその男性がいつものように入ってこられた。その時の様子が少しおかしかったそうなんですよ。足を引きずりながら入ってこられたそうなんです。で思わず彼女が「足怪我されたんですか?」そんな風に声をかけると、その男性が「いやちょっとマラソンを始めまして」、ダイエットをするためにその男性マラソンを始めた、そうおっしゃったそうなんです。彼女はすごくこの男性は素直で、しかも努力家なんだなということで、もう自分がレクチャーすることが非常にこの人の役に立ってるんだとものすごく嬉しくなったそうです。でまたその男性といろいろお話をした後に、最後帰り際また男性が再びカバンの中から「実は今回もプレゼントをお渡ししたいんです」って言って出してくれた。彼女は「いやいやもう前回もいただいてるんでもう今回最後にしてくださいね」、そう言ってプレゼントをいただいて「ありがとうございます、じゃあ開けさせてもらいます」と言って袋を開けると、そこにはスリッパが入ってたそうなんです。このスリッパの上の部分にやはり熊のぬいぐるみの小さな人形がついてるスリッパだったんですね。で彼女が「ありがとうございます、本当に私が熊が好きだって言ったことでもう2つもプレゼントいただいて、もう次回は全然本当に手ぶらで来ていただいて結構ですんでありがとうございます」って言って彼女これを持って帰ったそうなんですね。で持って帰って数日後また会社から電話がありまして「いつもの人から指名がかかってるから行ってもらえますか?」、そういうふうに会社から電話があったんですけれども、実はこの日彼女はすごく体調を崩してたそうなんです。
いや行きたいんですけども実はちょっと私熱を出してまして、そんな風なちょっと風邪のような症状があるんでちょっと今回だけ断らせてくださいと言ってバイトを断って電話を切ったそうなんですね。どうやら彼女風邪をひいたのか熱があってすごく毎日汗をかく。で今のうち動けるうちにひどくならないうちにと思って病院へも行ったそうなんです。でそこで薬ももらって帰ってきたんですけれどもまだそれでもしんどい。かといって私のお寺に相談するほどでもないなと彼女は思ってたそうなんです。でそれで薬を数日間飲み続けてでその間もちょっと大学の方を休んでたそうなんですね。でしばらくしますとまた会社から電話がかかってきまして「体調どう？またあの男性から指名がかかってるけど」そう言われたそうなんですね。でもやっぱり彼女はなんとなく「いや申し訳ないですけど今日もちょっと熱があるしちょっと吐き気もするし」って言ってたら「そうかそうかアルバイトの方は大丈夫なんやけど給料大丈夫？」そんな風に会社の方から言われたそうなんですよ。月末に差し掛かってたので家賃を払わなくちゃいけない。親からの仕送りと自分のアルバイトがなければ家賃も払うのが難しいって言ってたのをアルバイト先の人が知ってたんでしょうね。大丈夫かなそう言われて彼女なんとなく不安になってそうか今回病院にもかかってるしなちょっと出費があったからやっぱり今日ちょっと無理してでも一回行きますっていうことで彼女ちょっと体のしんどいのを押してですね現場行かれたそうなんです。そうするとその男性が入ってこられてよく見るとマスクをしてられた。当時はまだコロナ禍ではなかったですからそれを見て彼女思わず男性に声をかけたんですね。あれマスクしてられますけどもなんか風邪ですかって言うとちょっと風邪ひきましてなんとなく喋り方がおかしい喉でも痛いのかなそう思った瞬間彼女はねなんとなくこの男性に悪いなと感じたそうですよ。なぜかって言いますと自分はお金をもらって仕事で行ってるわけですけれどもちょっと風邪をひいて体調が悪かったので休んでるんですよね先週。それを思うとこの男性はお金を払ってまで自分に風邪をひいてるのにもかかわらず会いに来てくれるこんな嬉しいことはないし先週申し訳なかったなと思ったんでその日ちょっとしんどいのを我慢しながらですねその男性と喋ってたそうなんですよ。でもやはり体調が悪いのが隠しきれない。そうするとその男性がもしかしてちょっとなんか体調悪いんですかそういうふうに尋ねてこられたそうなんですよ。でいや実はそうなんです。私も実は熱があって朝から戻したりちょっと体調が悪い日が続いてたんです。ですから先週申し訳ないですけども来れなかったんですよ。そんな話をするとその男性が「ああそうでしたかそうでしたか分かりました。じゃあいつから熱が出始めたかいつから吐き気がしだしたかちょっと詳しく教えてください」そうおっしゃるそうなんですね。でいや大したことないんですよ大丈夫ですよって言うんですけどもいや何月何日からですかそうおっしゃるんで致し方なく彼女答え始めたんですね。前回、お会いして家へ帰ったその日の夜ぐらいから熱が出始めました。なるほど。ということは何月何日の何時頃で間違いないですか。まるで刑事の調べのようにノートにまで書き出したそうなんですね。で彼女が思わず「なんでノートにメモされてるんですか?」って言うと「いやこのメモはあなたに合った病院を探すために僕がこれでメモしてるんで」それを聞いた彼女はなんと優しい男性なんだ。仕事で会ってるとはいえ少し彼女この男性のことを好きになりかけてたそうなんですね。でそれでもその取り調べのようなものは続くわけです。吐き気っていうのはどのぐらいですか。胸ぐらいまで戻すのが来ましたか。何を食べましたか。トイレには何回行きましたか。そんな細かいことまでこの彼が聞くそうなんですね。で彼女は洗いざらいその話をしましたら「そうですか」って言ってるうちに1時間経った。時間が来たんでじゃあこれで別れ際また男性が今日もう一つプレゼント持ってきたんです。でいやもう前回も言いましたけどもう本当に大丈夫ですのにって言うんですけどもその男性は無理に「いや喜んでいただきたいんです」って言ってそのプレゼントを出されたんですね。で彼女も「じゃあありがとうございます」袋を開けますとそこには熊のぬいぐるみがあったそうなんですよ。で彼女が「うわ熊のぬいぐるみありがとうございます」ってその男性に伝えるとその男性が「いやまだお体しんどいでしょうからどうか寝る時一人で寝る時に
この熊のぬいぐるみを抱っこしてなんとか今のしんどいのを乗り越えてください。でいい病院が分かったら私電話しますからって言って、その日別れたそうなんですね。彼女部屋にそのぬいぐるみを持って帰ってもうすぐに布団を引いて寝てしまった。この熊のぬいぐるみを抱っこしながらあの男性がどうか治るようにって祈ってくれてるような気もする。ずっと抱っこして寝てたそうなんですけれども、夕方になるとさらに今度は下痢まで症状が出始めた。非常に体がしんどい。さすがにここまで来るとちょっと三木住職のとこ電話した方がいいかなと思い始めたその時にですね、ピンポンピンポンと誰かが訪ねてきた。誰っていうとお友達だったそうなんです。このお友達が大学長いこと授業出てないので心配になって訪ねてきてくれたそうなんですね。大丈夫最近顔見ないけど。入ってきてくれたら、いや実はもう体調がすごく悪くてっていう話をしたその瞬間、そのお友達がその熊のぬいぐるみどうしたん？誰からもらったん？で、いやこれはちょっとバイト先の人からって言ったら、その熊のぬいぐるみなんか気持ち悪い。突然怒るように彼女が言い出すんですね。で、いややめてよこれバイト先の親切な人からもらったんやからって言ったら、いやその熊のぬいぐるみ絶対抱っこしない方がいい。その友達が取り上げて、他にこのぬいぐるみくれた人他に何かもらってないって言われたんで、スリッパと帽子もらったっていうと、このスリッパと帽子持ってすぐにどっか知り合いのお寺さんのとこ行こう、そう言われたそうなんですね。でそれで私のところに連絡が初めて来まして、彼女と、そのお友達がその3つのものを持ってお寺へ来られたんですね。でその彼女のお友達っていうのは少し霊感があるそうなんですよ。そして私のお寺へ来て私にこう言うんです。この3つご住職見てください。なんか変な感じがしませんか？そうおっしゃるんですね。ですが私はその時には取り立てて不思議な感覚はなかったものの、いや待てよ。この彼女がもらった順番、なんとなく私違和感を感じて彼女に許可をも取って、申し訳ないけれどもこの帽子の上についてる熊のぬいぐるみ、縫い目のところをちょっときれいに切ってもしなら戻せるようにするから、この中に何か入ってないか見ていいって言って私許可を得て糸を切ったんですね。そしてバッと見ますと中から大量の髪の毛が出てきたんです。この帽子をプレゼントしてもらった時ってその相手の男性髪の毛が短かったですよね。もしかするとこれ男性の髪の毛かもしれない。この髪の毛ととあるものが一緒に入ってたんですけれども、で次にスリッパ、このスリッパの上についてるぬいぐるみも私が中を見ますと中から大量の爪が出てきたんです。爪とあるもので、その時の状況っていうのは足を引きずって男性が来てた。どうやら自分の爪を剥がして入れてたんでしょうね。ですからおそらく足を引きずってたんではないかな。で最後に熊のぬいぐるみ、これも開けていいかな許可をもらって私が糸のところを切って中を見ますと明らかに前歯が出てきたんです。最後に彼と会った時マスクをしてたって話でしたけども、どうやら自分の歯を取ってこの中に入れてたみたいなんですね。これも歯とあるもの、このとあるものに関しましては真似される方がおられると困りますんでここでは、ちょっとお話できませんけれども、実はこのやり方とある国の呪術のやり方なんですね。相手を苦しめるための呪術のかけ方がまさにこの通りだったんですよ。私それを見てびっくりしまして、すぐにお経をあげて全てをお焚き上げしたんです。そうするとお焚き上げをした瞬間、体調が悪かった彼女がどんどんと熱が下がり普通の体調に戻ったんですね。いわゆる呪いの品というものです。日本では古来藁人形だとか呪いのものがいろいろありますけれども、このやり方っていうのは日本のものではなくってよその国で使われている呪術の仕方だったんで、この彼女もしかして誰かに恨まれてたんじゃないって何度も聞いたんですけども、その男性とは初めて会ってるそうなんですね。でその後その男性から何の音沙汰もレンタル彼女のバイト先にかかってきていない。もしかするとこれは練習で本番はどっかでやってやろうというふうにこの男性考えてるんではないかな。
そんな風なお話なんですね。でよくこんな話をしますと、本当に呪いって存在するんですか、そう言われるんですけれども、実は呪いっていうものは存在するんです。今日は今からこの呪いの正体について少しお話しさせていただこうと思うんですけれども、呪いというものは実は人の口から出ることが多いんですね。例えば人の悪口ですね。例えば私のお友達が、A さんという方がおられたら、突然私が A さんに「いや今まで私ずっと A さんのこと嫌いだったんですよ。なんかもう顔も嫌いだし喋り方も嫌いだし」って突然私がその人に言って、そのまま別れると、この A さんは今までの友情は何だったんだろう、もしかすると三木住職だけじゃなくって周りの友達にもそう思われてるんではないかなと言って、どんどんと疑心暗鬼になって病気になって、果ては何もできなくなるんですね。これが実は呪いの正体なんです。ですから昔からある日本の藁人形ってありますね。呪いの藁人形。あのやり方を少し説明させていただきますと、藁人形を購入しますね。藁人形の上に例えば三木大雲という名前を分かるものを貼ります。で条件が一つあるんですけれども、これを打ち付ける時には五寸釘でないとダメなんだそうです。しかも深夜で誰にも見つかってはならないという条件がついてますね。この条件はなぜかっていうことですね。呪いの藁人形に三木大雲と書いてあるやつを持って誰にも見つからないって言いながらも、五寸釘を打ち付ける、木に打ち付けると大きな音が鳴りますよね。これ実は今五寸釘を打ってますよというのを深夜の熱静まった静かなところでやると、誰かが気づいてくれるわけですよね。で次の日の朝、なんかこの辺で音がしてたなと見に行くと、藁人形に三木大雲という名前が入ったものがある。そうすると私はそれを見た方から聞くわけです。三木住職誰かに恨まれてますよ。藁人形がありましたよ。でもその藁人形を売ったの誰ですかって私がお聞きしても、いや分かんないです、深夜のことでしたから。これ犯人分からないですよね。ということはどういうことかっていうと、私を恨んでる方がおられたら、いやそれは誤解でしたとか、私がこういうことを言ったのごめんなさいと謝ったり誤解を解くことができますけれども、相手が誰かわからない場合は言い返すことすらできないですよね。これが実は一番怖いんですよね、呪いの中で。もしかするとあの人かもしれない、もしかするとこれを教えてくれたあの人かもしれない、もしかすると家族かもしれない、いろんな人を疑い始めるわけです。これが呪いにかかった人の正体ですね。ですから呪いっていうのは簡単に人にかけることができるんですけれども、皆さんは決してかけないでください。なぜ私が呪いをかけないでくださいってお願いするかっていうと、一つ理由があるんです。それは何かって言いますと、お経の中に元寂王本人という言葉が出てくるんです。恨み事もいいことも悪いことも必ずその人の業となって帰って本人に尽きなん、本人のもとにこれは帰ってくるというふうにお経の中に説かれてるんですね。ですから呪いを発したその人のもとにこの呪いっていうのは帰っていくんです。ですからかえって自分を苦しめることになりますから、人にも迷惑をかけるし自分も苦しまなくちゃいけない。ですから人を呪ったり、インターネットもそうですけれども簡単に悪口を書いたりできますけれども、こういったことをする人っていうのはただ運に見放されてるというだけではなくって、最終的には自分の業を受けることになるんです。これを自業自得と言いますね。自らの業を自らが得るわけです。ですから人を恨むと必ずその人は人から恨まれたり、あるいは人から恨まれずとも自分の恨みがそのまま何倍にもなって返ってきますので、そういったことは決してなさらないように注意していただきたいなと思います。でもう一つ、呪いというものが今回の話のように本当にかかるのであればですね、実際私はこの現場を見ましたからかかるんです。ということは逆に祈りというものも皆さんのもとに届くんですね。どうかあの人に幸せになってほしい、どうかあの人に大きい幸がありますようにと祈るということは
必ずこの祈りも自業自得で良き業となって自らのもとに戻ってきます。周りの人を幸せにするだけではなくて自らも幸せにできる、これが祈りなんですね。どうか呪いではなくって祈りというものを皆さん心がけて手を合わせていただきたいなというふうに思います。ということで本日の話もこれで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。